バイオハザードレクイエム。シリーズの原点であるラクーン事件に再び光が当てられ、物語は新たな局面へと進もうとしています。しかしここで一つ立ち止まって考えてみたい問いがあります。そもそも全ての始まりにあったアンブレラとは何だったのか。ウイルスを生み BOW を作り出し、世界中に数えきれない惨劇をもたらした企業。バイオハザードシリーズにおける諸悪の根源。そう語ることは簡単です。ですが、その言葉だけで片付けてしまって良い存在だったのでしょうか。なぜアンブレラは生まれ、これほどまでに巨大化し、国家さえも介入をためらう領域へと踏み込んでいったのか。そしてレクイエムが描こうとしている真相は、アンブレラという組織のどこに切り込もうとしているのか。今回はアンブレラという存在を事実ベースで整理し直すところから、バイオハザードレクイエムのストーリーの核心の一つであるアンブレラとは何だったのかに近づいていきたいと思います。本チャンネルではバイオハザードシリーズの考察、解説、検証を中心にした動画配信をやっておりますので、バイオハザードに興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは行ってみましょう。アンブレラ。この名前を聞いて多くの人が思い浮かべるのはウイルス、BOW、そして世界規模の惨劇でしょう。バイオハザードシリーズにおける諸悪の原点というべき組織。しかしその実像を丁寧に紐解いていくと、アンブレラは単なる悪の企業という言葉だけでは到底説明しきれない存在であることが見えてきます。アンブレラの起点にいたのはホズウェル・E・スペンサー、エドワード・アシュフォード、そしてジェームス・マーカス。ただしここで注意すべきなのは、彼らが最初から同じ思想を共有していたと断言できる資料は存在しないという点です。スペンサーは若い頃、医学生として学んでいた人物であり、後にバイオハザードビレッジで明かされたように、ミランダに指示し、ヒ素ウイルスの存在とその可能性に触れた人物でした。彼は純粋な意味での研究者というよりも、生命の構造と進化そのものに強い関心を抱いた思想家に近い存在だったと考えられます。一方でマーカスとアシュフォード家、特にエドワード・アシュフォードはスペンサーと同じ貴族出身で、当時すでに優れた研究者としての実績を持ち、ヒ素ウイルスの軍事利用の研究を行っていました。そしてマーカスはヒ素花に内包されるヒ素ウイルスの DNA を変化させる特性にいち早く気づき、変異型ウイルス、後の T ウイルスと生物兵器開発への道を開きました。スペンサーはマーカスやアシュフォードに対して自らのビジョンを直接どこまで語っていたのかは作中では明確にされていません。ただ結果として3社が共同で研究を進め、アンブレラという組織が形作られていったことを踏まえると、スペンサーは少なくとも研究の方向性や可能性について語り、マーカスとアシュフォードを巻き込んでいったと考えるのが自然でしょう。スペンサーがマーカスをアンブレラ幹部養成所の所長に任命したのも、彼をアンブレラの組織運営に引き込むというより、ヒ素ウイルスの研究に没頭させる環境を与えることが主目的だったのかもしれません。アンブレラは表向きには巨大な製薬企業として世界中で事業を展開していました。医薬品や健康補助食品、日用雑貨品、医療機器、それ自体は一見すると健全に社会に貢献する企業活動に見えます。しかしその裏側では全く別の研究が進められていました。それがウイルス研究と生物兵器開発です。研究の規模が拡大していく中で、アンブレラの研究は次第に制御された実験の域を超えていきました。研究施設は世界各地に設けられ、研究対象も動物、植物、昆虫に限らず、やがて人間へと広がっていきます。アンブレラの中核にあったのが T ウイルス研究です。このウイルスについては、ウェスカーズレポート2において、人間だけでなく、ほとんどあらゆる生物に感染、増幅し得る可能性が語られています。つまり T ウイルスは単なる人体実験用の病原体ではありません。生態系そのものに干渉し得る極めて危険な存在だったのです。そこから派生して開発されたのが BOW、バイオオーガニックウェポンであり、ウイルスによって改変された生命体を兵器として運用するという思想の結晶でした。ここで重要なのは、アンブレラの研究が兵器開発という実利だけを目的としていたとは考えにくいという点です。そこには生命を選別し、再定義しようとする意思が見え隠れします。ウェスカーズレポート2において、ウェスカーはウイルス兵器としての概念から逸脱した G ウイルスがスペンサーに承認されるとは思っていなかったと語っています。G ウイルスは T ウイルスと一線を画し、感染した生体自体が自発的な突然変異を続ける特徴があります。しかしその変化は予測不能であり、行き着く先は最終生態への進化、もしくは破滅による終焉になるかもしれない。果たしてそれが兵器と言えるのか、ウェスカーは疑念を持っていました。
T ウイルスにもそれだけで 100% の殲滅能力をスペンサーが要求していたことを踏まえ、ウイルス研究 BOW 開発の裏には別の思想があることにウェスカーは薄々感づいていたのでしょう。彼がアンブレラ情報部に転属したのもスペンサーの意図を探る目的があったのですが、それは脇道に外れるのでここでは割愛します。詳しくはこちらのウェスカーズレポート2の動画をご覧ください。概要欄にリンクを貼っています。アンブレラが異質だった理由は単に違法な研究を行っていたからではありません。それは企業という枠を超越した思想を内包していたこと。そしてその思想が国家の闇に深く入り込んでいったことにあります。アンブレラが特定の政府から公式に命令を受けていた事実は確認されていません。しかしシリーズを通して描かれているのは、米国政府やロシア政府の中枢にまで影響力を及ぼしていた可能性です。事故や事件が起きても即座に隠蔽される。研究施設が存在していた痕跡は消され、責任の所在は曖昧にされる。こうした対応が可能だった背景には、アンブレラが単なる一企業ではなく、国家権力と危うい共存関係にあった存在であることを示唆しています。では、アンブレラとは何だったのか。それは単なる悪の企業ではありません。また単なる科学者集団でもない。生命の可能性に魅せられた思想が、企業という形を借りて、世界構造の裏側に深く入り込んでいった存在だったと見ることができます。アンブレラは世界を壊すために生まれたのではなく、世界を作り変えようとした結果、数えきれない悲劇を生み出してしまった組織だったのかもしれません。この視点に立ったとき、バイオハザードシリーズで描かれてきた数々の惨劇は、単なる暴走事故ではなく、ある思想がもたらした結果として改めて見えてくるのです。アンブレラという組織を理解するためには、その中心にいた一人の人物を避けて通ることはできません。オズウェル・ E ・スペンサー。彼はアンブレラ創設者であり、同時にこの世界で起きた数々の惨劇の起点となった存在です。ただしここで一つ注意しておく必要があります。スペンサーは単なる狂った科学者ではありません。彼の本質は科学そのものではなく、人類の在り方をどう定義するかという思想の側にありました。すべての人間は等しい存在ではない。スペンサーの人類観は極めて冷酷で選別的なものでした。彼は人類を守るべき存在としては見ていません。むしろ人類とは進化の過程にある未完成の種であり、その大半は次の段階へ進めない存在だと考えていた節があります。バイオハザードビレッジのファイル、我が氏ミランダによると、スペンサーは2度の世界大戦を経てもなお進化しない人類に深い失望を抱いていました。彼の目には人類を自ら高めることなく、同じ過ちを繰り返す存在として映っていた。だからこそ彼は人類を守るべき対象ではなく、高次進化を促すべき存在として見なすようになっていたのです。生き残る価値のある個体、淘汰されるべき個体。この発想は後に彼が追い求めることになる選別という思想へと直結していきます。重要なのは、この選別が感情的な憎悪というよりはむしろ、極めて合理的な進化論的視点から来ているという点です。ではなぜスペンサーは人類の選別手段としてウイルスを選んだのか。答えはウイルスという存在そのものにあります。ウイルスは兵器のように狙った相手だけを攻撃するものではありません。感染するかどうか、耐えられるかどうかは個体の資質に委ねられます。ウェスカーズレポート2では T ウイルスが人間だけでなく動物、植物、昆虫にまで感染することが語られています。つまりウイルスとは人為的な線引きを排した極めて公平な選別装置だったのです。耐えられるものは変異し、耐えられないものは淘汰される。スペンサーにとってウイルスは破壊の道具ではなく、進化を強制的に進めるためのふるいでした。スペンサーが見ていた未来は単なる支配や混乱ではありません。彼が目指していたのは選ばれた存在だけが生き残る新しい人類社会だったと考えられます。その中で BOW、バイオオーガニックウェポンは本来の目的ではありません。BOW はウイルスが生み出す可能性を検証するための副産物、あるいは実験過程で生まれた途中結果に過ぎなかった。スペンサーが見極めたかったのは人類がどこまで変質できるのか、そして誰がその変化に耐えられるのか。その問いに対する最も極端で最も純粋な実験装置として構想されたのが、後にウェスカー計画と呼ばれる存在だったと考えられます。選別された環境下で人為的に適応できる人間を生み出す試み。それはスペンサーの思想を最も端的に体現した計画だったのかもしれません。ここで視点をアンブレラに戻します。
アンブレラは巨大企業であり、世界中に研究拠点を持つ組織でした。しかしそれは目的だったのでしょうか。むしろアンブレラとはスペンサーの思想を現実に落とし込むための装置だったのではないか。企業という形を取ることで資金を集め、人材を集め、国家の中枢へと静かに入り込む。企業活動を隠れ蓑にしながら、彼は自らの思想を世界規模で実験にかけていた。アンブレラは悪の象徴ですらなかった。それは一人の思想家が描いた理想を実行するための器だったのです。ここまで整理すると一つの見え方が浮かび上がります。アンブレラとは何だったのか。それは単なる製薬企業でも単なる悪の組織でもありません。アンブレラとはオズウェル・E・スペンサーという人物の思想を実行するために作られた装置だった。この視点を持つことで、ラクーン事件も政府の隠蔽工作も、その後に続く惨劇の連鎖も全く違った意味を帯びて見えてきます。ラクーンシティ。それはただの地方都市ではなく、スペンサーがアンブレラを使い、その思想を最初に試すために選んだ最初の場所でした。スペンサーがその目をつけた理由は一体何だったのでしょうか。アンブレラの研究は単なる製薬企業の枠を超え、人類進化という究極の目標に向かっていました。そのため、実験場としての場所選びは非常に重要でした。スペンサーにとって実験の規模や結果は人類の未来に直結するものであり、彼の進化思想を具現化するための最初の実験場が必要だったからです。ラクーンシティはその条件を満たす場所でした。それは決して大きな都市でも、あるいは国際的な注目を集める場所でもありませんでした。ラクーンは国家の周囲に位置する都市であり、その存在は世界から切り離されているような場所でした。最初に選ばれるべきは、失敗しても世界に即座に影響が及ばない場所。スペンサーはそう考えたのでしょう。またラクーンシティは単に規模が小さいという理由だけではありません。それは全ての要素が現世界の縮図として機能していたからです。この町には医療機関、教育機関、行政、警察といった社会インフラが一通り揃っていました。つまりラクーンは人間社会そのものを圧縮したモデルケースとして扱える場所だったのです。もしラクーンシティでウイルスが拡散し、社会が崩壊した場合、そこから得られるデータは現実世界で同様の事態が起きた際に何が起きるかを予測するための最初の実証データになる。スペンサーはそうした冷徹な視点でこの街を見ていた可能性があります。そして最も重要な点は、ラクーンでの実験結果が人類選別のためのデータに過ぎなかったという点です。アンブレラの研究は最初から成功を狙いとしたものではなかったのかもしれません。人類を選別するためにはある程度の犠牲が生じることも、そして実験が破綻する可能性も全て想定内だったはずです。実際、ラクーン事件で発生した生物兵器の暴走やウイルスの拡散は、スペンサーの視点から見ればあくまで観測対象の一つに過ぎなかった。そしてラクーンシティは人類がどの段階で崩壊し、どこまで耐えれるのかを測るための場所だった。そのように考えると、この街の扱われ方が見えてきます。スペンサーにとってラクーンシティで何が起きたのかは善悪の問題でも都市防衛の失敗でもありませんでした。仮に実験が破綻したとしても、そこから得られる情報こそが次なる段階へ進むための糧になる。ラクーンシティはそのために用意された最初の舞台だったのです。しかしここで重要な点があります。この最初の実験にはスペンサーにとって想定外だった出来事が2つ存在していました。1つ目はアメリカ政府による滅菌作戦です。ラクーンシティはアンブレラの管理下で静かに終わるはずの実験場でした。しかし現実には国家の判断によって町ごと消滅させられるという結末を迎えます。この点については前回動画ラクーン事件の真実で詳しく扱いましたので、ここでは触れる程度に留めておきます。そしてもう一つ、それはスペンサー自身を蝕んでいった病魔です。彼は次第に自身の計画を進めるよりも自らを延命させる方向の探索を優先せざるを得なくなっていきました。その過程でアレックス・ウェスカーに延命研究を命じるものの、結果的に裏切られ全てを失っていくことになります。この点は今回の本筋ではないため、ここでは詳細には踏み込みません。ラクーンシティは偶然選ばれた街ではありませんでした。それはスペンサーの思想を現実世界で試すために選ばれた最初の実験場だったのです。しかしその実験は国家の介入とスペンサー自身の限界によって途中で歪められていく。そしてこの未完に終わった思想は別の人物によって引き継がれていくことになります。次の章ではスペンサーの思想を受け継いだ存在、
ビクター・ギデオンという男に視点を移していきます。アンブレラ。その名はもはや企業としてのものではなく、思想と技術、そして実験の結果として世界に残りました。アンブレラは崩壊しましたが、その影響力は消えていません。研究成果、技術、そして思想は世界各地に拡散し、根付いていきます。そして問題は誰が悪かではなく、その思想がどのようにして現代に引き継がれたのかが今の世界を形作る核心となります。ここで登場するのがビクター・ギデオンという人物です。レクイエムで突如その名前が浮上したこの人物は、アンブレラと関係があるものとして存在し、かつてのアンブレラの研究と実験を受け継ぐ立場にいます。彼が関わっているとされるのが、ローズヒル療養所、そしてレンウッドホテル。これらの施設に共通するのは、人目につかない表の顔を持つ施設であるという点です。アンブレラと関係がありながらも、これまで表舞台に出ることがなかったギデオンは、確実に何かを管理し、運用している側の人間として描かれています。ギデオンは表に出ない管理者としての存在感を漂わせています。ここで一つ重要な視点を提示しておきましょう。ビクター・ギデオンはオズウェル・E・スペンサーの後継者ではありません。彼は新たな理想を語る創始者ではないのです。ギデオンは人類の進化を声高に掲げることもなく、自分を神のように位置づけることもしない。彼は思想を生み出す側ではなく、それを運用する側の人間です。スペンサーが描いた思想を理想で終わらせることなく具現化する存在。言い換えるなら、彼はアンブレラ思想の現代的な実装者だと言えるかもしれません。理念を掲げる者がいなくなった後も、その思想が生き続けるために必要なのは、信奉者ではなく管理者なのです。ここで彼の名前、ギデオンに目を向けてみましょう。旧約聖書に登場する獅子ギデオンは神に選ばれ、その意志を執行する役割を担った人物です。彼は王ではありませんでした。支配者でもありません。それでも神の意志を理解し、それを現実に実行する存在でした。そして彼自身も自分は王ではないと語り、権力の座につくことを拒んだ人物として描かれています。この構図はビクター・ギデオンの立ち位置とスペンサーとの関係に不気味なほど重なります。彼は自分が神でないことを理解している。だからこそ思想を語らずに静かに淡々とその意志を執行する側に回る。ギデオンとは自分は神ではないと理解している執行者。この名前が偶然だとは考えにくいのではないでしょうか。レクイエムが描こうとしている世界はアンブレラが完全に消え去った後の物語ではありません。それはアンブレラという企業は過去のものになったが、その思想だけが生き残ってしまった世界です。誰もが止められなかった思想。否定されることもなく、ただ静かに形を変えながら続いてきた発想。そしてその現実に直面しているのが今のバイオハザードの世界であり、人類殲滅の試練はスペンサーの死後も終わることはなく、ギデオンがその思想をさらに推し進めているのです。レクイエムはアンブレラの思想が過去のものではなく、現在進行形で生きている世界を描いています。アンブレラが残したもの、そしてその思想は消えることなく、この世界で再び息を吹き返し、今もなおその影響力を強めています。アンブレラとは何だったのか、人類はそれを本当に終わらせられたのか、レクイエムはその問いを改めて突きつける物語なのかもしれません。そしてこの問いに対する答えを出す存在として重要なのがレオンのポジションです。ギデオンのように思想を運用し続ける者がいる一方で、レオンはアンブレラの思想の真相を知り、それを止める役割を背負わされた者として登場するのです。レオン・ S ・ケネディ。バイオハザードシリーズの歴代主人公の中でも、その名前と活躍は特に親しまれ、多くのファンに支持されてきました。しかしなぜバイオハザードレクイエムにレオンが主人公として再登場するのでしょうか。なぜクリスでもジルでもなかったのか。それは人気があるからという単純な理由ではありません。レオンは DSO、ディビジョン・オブ・セキュリティ・オペレーションズ所属の政府エージェントであり、ラクーン事件の真実を知る数少ない生存者でもあります。彼が登場する理由、それは政府の闇を知っている男だからです。レオンはラクーン事件に関する革新的な真実をクリスやジル以上に把握しており、真相を知りながらもこれまで沈黙し続けてきた存在なのです。これは推測ですが、ラクーンシティ脱出後、政府エージェントとしてスカウトされた際に、バイオハザード6に登場したアダム・ベンフォード大統領から事件の真相を直接聞かされていた可能性も考えられるでしょう。レオンの沈黙を最も象徴している場面を CG アニメーションバイオハザードインフィニット・ダークネスのラストシーンに垣間見ることができます。
レオンはクレアに事件の真実が記録された記憶媒体を渡さないという決断をしました。それは真実を公表しないという選択でした。アメリカという国家の安定、そして世界の秩序を保つために彼が選び得た最善の選択肢が沈黙だったのです。国家としても世界としてもラクーン事件が暴露されることは許さない。ただしその代償としてレオンが選んだ選択肢が俺が止めるというエージェントとしての矜持だったと言えるでしょう。レオンは最初から真実を知っており、あえてその真実を沈黙で包み込んできた男なのです。一方でレクイエムには母の死の真相を追うグレース・アッシュクロフトがもう一人の主人公として登場します。グレースは物語の中で次第にアンブレラの存在、そしてその背後に見え隠れする政府の関与、さらにはレオンが置かれてきた立場とその思いを知っていくことになるでしょう。真相を追う者と沈黙を貫いてきた者、二人がたどり着くアンブレラの真実とは何なのか、そしてその終着点とはどこなのか、それはバイオハザードレクイエムの物語の中で明らかになるはずです。今回の動画はここまで。ここまで見てきて改めて問い直したいと思います。アンブレラとは一体何だったのでしょうか。それは単なる企業ではありませんでした。単なる悪役でも個人でもありません。アンブレラとは一つの思想であり、問いそのものだったのではないでしょうか。皆さんはアンブレラとは何だったのかという問いにどのように答えますか。皆さんの考えをコメント欄でお聞かせください。